ジオン艦艇の進化と戦術思想の変化。ジオン公国軍の艦艇種はモビルスーツという新兵器の出現とともに戦術思想そのものを変革していった功績でもある。宇宙世紀0079、1年戦争が勃発する以前の艦艇はいわゆる戦艦や巡洋艦という旧来の戦力体系に基づいて設計されていた。しかしモビルスーツという機動兵器が戦場の主役となると、これらの艦艇は単なる砲撃プラットフォームではなく MS の発信母艦としての役割を担うよう変化していく。ここにジオン艦艇の特徴的な進化の第一歩がある。初期の主力艦である無載級はまさに MS 運用のために設計された艦であった。艦首に MS カタパルトを備え、最大6機を運用可能とし、火力ではなく展開速度と数によって戦局を制する思想が反映されている。この合理的設計は宇宙船における機動戦術の基礎を築いた。一方、戦術的指揮を担うチベ級やジオンの象徴ともいえる巨大戦艦グアジン級はより政治的象徴的意味合いを持ち、戦場における存在感を重視した艦であった。ゴズルザビやキシリアザビといった広告の実力者たちがこれらの艦に乗り込むことで艦自体が指導者の威信を表現する舞台ともなった。だがジオンが優位を保つには宇宙だけでなく地球圏でも MS を展開できる手段が必要だった。ここで登場するのがザンジバル級巡洋艦である。この艦は大気圏突入と離脱を可能とし、宇宙から直接地球の戦線へモビルスーツを送り込む戦略跳躍を実現した。ザンジバルは戦術と地政学の橋渡しを可能にした存在であり、特にシャ・アズナブルのゲリラ的作戦行動においてその真価を発揮した。同時に地球上ではガウ級大型航空機が MS の空挺展開を担い、地上侵攻作戦の一翼を担うなど、ジオンは宇宙と地上の両面で MS 運用のための艦艇を発展させていった。戦争が後期に差し掛かると補給の重要性も浮き彫りとなる。パプア級補給艦は戦線における MS の弾薬部品供給を支える後方支援艦として機能し、戦力の持続性を裏で支えた。また巨大なドロス級はもはや艦というより移動型の MS 要塞であり、アバオア空戦においては無数のザク・ドムを送り出す戦場の心臓として機能した。ここにおいて艦艇は単なる戦闘支援の域を超え、戦場の構造そのものを左右する戦術基盤としての役割を強く帯び始める。一年戦争後もジオンの艦艇思想はアクシズ後のネオジオンによって継承発展されていく。グアンバン級戦艦は MS の大量展開に対応した設計となっており、左右両舷からの同時発艦を可能とする高速対応力を備えていた。キュベレーのような遠隔兵器を扱う MS のサポート体制も想定されており、もはや艦と MS は分離された存在ではなく一体化した作戦機構となっていた。そして最終的に到達するのが第二次ネオジオン構想におけるレオルーラ級戦艦である。この艦はサザビーを運用するために設計されたまさにニュータイプ戦術対応艦であり、サイコフレーム搭載機の莫大なエネルギー制御と精神艦を支援すら視野に入れた、思想的にも機能的にも完成された MS 母艦であった。このように見ていくと、ジオンの艦艇は単なる兵器ではなく時代ごとの戦術思想、政治的意志、そして進化するモビルスーツ戦術の要請に応じて変貌し続けた部隊であったことが明らかになる。ムサイが築いた数と機動の思想、ザンジバルの空間跳躍、グアンバンの戦術母艦化、そしてレオルーラに至る意志の運搬艦という系譜は、ジオン軍がいかにして MS と共に生き、戦争と共に艦艇を進化させていったかの証である。ジオンの艦艇はただの黒い艦影ではない。それは理想、野望、そして変革をその甲板に乗せて宇宙を駆け抜けた戦争の器であった。チャンネル登録、高評価お願いします。